どうも皆さん、カイトです。ハクスラ系死神ローグライク、ハブアナイスですというゲームをご存知でしょうか？こちらは2022年3月9日に Steam にてアーリーアクセスとしてリリースされました。早速20時間ほどプレイしてクリアしたんですけど、爽快感に全振りした良作ローグライクでしたね。モノクロという雰囲気からデスドア感を醸しつつ、ハデスっぽさも匂わせる良質感。途中でデスったら最初からやり直しという難易度もめっちゃ面白かったです。今回はハブアナイスですというおすすめ作品のジャンル、ストーリー、魅力、ワンポイントアドバイスを簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずジャンルになるんですが、ハクスラ系のローグライクアクションになります。デスインクの社長である死神を操作して自分の会社内をエレベーターを乗り継ぎ攻略していくパターンですね。冒頭のチュートリアルであらかた説明された後、社員の亡霊たちをしばきながら進んでいく形で、横スクロールにバッサバッサと断罪しながら突破していく感じ。ボタン振り位配置は箱コン使用時で、メインが X、武器1が Y、武器2が B になり、ジャンプが A でダッシュ回避が RT、 回復が L で武器チェンジが R、 そしてフンドという超筆が LT の設定ですね。ローグライクということで1ステージ6面あたりで構成されてて、道中で拾える武器やアイテム、リールでバフをかけて強化していきます。武器としてはメインの鎌が中心で、空きスロットに2つまで装備可能です。こちらは拾った魔法、特技といったものがセットできて、ハリポタまがいの魔法弾や忍者のような手裏剣まがいなど様々ですね。装備品自体は機械室の階層でスキルリーやプリズミウムを使用して上昇させられるんで、溜まっている時はふんだんに使っていきましょう。お次はリールという永続バフ強化ですね。棺桶の社員からの提供やボスを倒すことで獲得が可能で、こちらを選択することで好きにビルドを組んでいく感じですね。3パターンの構成でラインが流れていき、赤色がメイン攻撃系、青色が身体系、緑色が魔法系です。リール内容はランダムで決まるんで、使えると思ったのを中心に強化していくのがおすすめ。いいのがなかった時にリロールの巻物を持っていれば持ち数分だけ変更が可能です。またリールに呪いというのが表示されることがあるんですけど、強化の代償に敵などが強くなるペナルティが加算されるという逆バフですね。これはあまり見たことなかったので新鮮でした。呪いを解除する呪いのリロールの巻物もあるので、抱き合わせで使いたいところ。そして HP と MP のマナ最大値を上げるには敵からドロップする、もしくは拾うという形ですと、やること多そうなんですけど、私も最初は意味不明状態からプレイして分かったことなので、なんとなく理解するぐらいで大丈夫です。次にストーリーなんですけど、デスインクの社長である死神は日々魂を買ってはメーカーに送り続けていました。次第に自分一人では狩る業務量が多すぎるのを感じ、部下に分担させて買ってこさせればよいという明暗が浮かび実行。仕事に余裕が出てくるかと思いきや、部下たちが必要以上に狩るために魂のバランスが大幅に崩れてしまいます。死神は後処理が多すぎるために過労により痩せてしまい、とうとう部下たちの暴走にブチギレ、会社の秩序を取り戻すため、また自分のバケーションをするためにお灸を据えに行くお話。そしてこのゲームの魅力になるんですが、1、ローグライクを味わえる死に戻りアクション。全アクションを初めから強制的に叩き込まれてスタートというのがハブはナイスです。典型的な死に戻りアクションなので、ステージ途中でやられてしまうと全ロストでやり直し、1からの再出発でラストまで目指す形です。これね、マジで負けまくっても何度もリトライする中毒性なんですよね。なんでかっていうと、死神をいかに最強状態まで持っていけるかがめっちゃおもろいんですよ。武器やリール、マナなどは選択面ごとにランダムに出現するんで、それらをうまく組み合わせてこれならいけると思ったらやられるという繰り返し。なんでやねんと叫びまくりましたが癖になります。一面ごとにエレベーターに乗る前に選択階層をこんな感じに選べて、バフをかけていきたい階に向かう流れです。階層の中身は全てランダムなので、いい階が来ない時は運がなかったと思いましょう。私は序盤は武器を充実させてからの鎌をレベルアップできるプリズミウムのゲット、そして中盤以降
はリールとマナ増加の回に全振りしてました。特にリールのフュージョンで出血、毒、やけど、ホーミングの追加攻撃バフが出た時は絶対に取っておくのが良いです。この蓄積ダメージが装備品で攻撃しても付与されるのが火力がバカ高くなります。武器に関しては好みがあるんで使いやすいと思ったベストウェポンをつけておきましょう。武器の種類を増やすには負けて戻った時の評価制度で金貨を使用して入り口のアイテム屋で購入可能です。これらをいろいろ組み合わせてのやり込み感が最高でした。2、社員やボスとのコミカルなやり取り。オープニングからすごくコミカルに演出しているんで、途中での社員やボスとの掛け合いもとても楽しいですね。最初のボスとのやり取りでさえ何パターンもあるんで、繰り返し挑んでも会話を楽しむことができます。また社員たちも色々と会社への不満だったりと思わせる描写も多々あるんで、経営って難しいんだなと感じ取られますね。とは言いつつも、1ステージ目の堕落幹部からの2ステージ目の泥団のめんどくささ、3ステージ目のカニまがいでの4ステージ目の鬼畜難易度、そしてラスステなどの初見殺しなどクリアした時の満足感は半端なかったですね。会話もすごく楽しいんで、そこに注目するのもいいかもしれません。3、クリア時間は10時間。メインストーリーをデスりながらもクリア時間は10時間ほどでした。装備品やアイテムを全て購入となると25時間ほど見ておけば良いかなと。私は20時間で9割ぐらいは解放できました。クリア後要素はアーリーアクセスでは解禁されていないので、こちらの表を見てみると随時アップデートがされる形ですね。いやー楽しみです。最後にワンポイントアドバイスなんですけど、体力管理が非常に難しいんで、なるべくダメージを食らわないように進むのが良きです。なぜかというと、回復がとにかく渋い、本当に渋い出現率。回復できるエナジーをゲットできるのが雑魚社員を倒したり、雑魚社員ラッシュ時の報酬、ショップでランダムで手に入ります。この確率が結構低くて、終盤まで取れないとかザラです。通常の体力はマックスですが、少しダメージを食らうと二重表記されて、透明箇所と灰色箇所に分かれます。エナジーは2種類あって、青のエナジーは灰色表記の場所を回復、黄色のエナジーはレアになり透明箇所も回復できる優れものです。このエナジー状態をいかにキープできるかが中盤以降では肝になってきます。回復完了をいかに上手に使っていくのかが鍵でしたね。以上になります。ハクスラ系死神ローグライクハブはナイスです。死に戻りを繰り返しながらステージとプレイスタイルを覚えていく。そして武器構成とリールが揃った時のテンションは半端なくぶち上がり、よかったら皆さんも爽快な死神を操作してバカンスを目指しませんか？きっと最初は意味不明すぎて武器ばっかりの階層に行ってしまいますよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただければ幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。